スクワットよりも効く、カエル足でたった10回。皆さんこんにちは、中川ゆきです。今日はお腹や足が一気に細くなるカエル足ストレッチのご紹介です。カエル足というのはガニ股にして行うエクササイズのことなんですが、たったこれだけで見違えるようにラインが変わっていきます。ただし、落とし穴があって、間違ったままカエル足をしてしまうと逆にお腹や足、太くなったり、腰痛を起こしたりしてしまいます。というのも、生活の中でいろんな人の歩き方を見ていて、ガニ股で歩いてる人って結構いませんか？滑腹のいい中年の男性って結構足をガニ股の状態で歩いたり、座ってる時に思いっきり足を開いてしまったりされてると思います。また女性でも妊婦さんだったり骨盤の広い方、結構ガニ股で歩いてる方多いと思います。そういった方たちが足のラインキュッと細くなってるかというと、逆に太ももが張り出してしまったり歪みが出てる方の方が多いんじゃないでしょうか。ですからカエル足にするだけで必ず痩せるというわけではなくて、カエル足プラスもう一つのポイント、これを押さえておけばちゃんと綺麗に変わっていきますので、まずは体の仕組み、解剖学から学んでいきましょう。早速解説をしていきます。まず人は骨盤に太ももの骨がぶっ刺さって股関節というものが出来上がっています。これは丸い球関節といっていろんな方向に動く関節です。これがガニ股に行くカエル足。これを外旋と言い、内股に行くものを内旋と言います。小難しいことを覚える必要は全くありません。このカエル足にした時になぜ細くなるのか、もしくはカエル足にしてもなぜ細くならない方がいるのかというのを理解しておきましょう。優秀な助手博士と一緒に解説をしていきます。これですね、内股になる方というのはこのように膝が内側向いた状態で足を上げると、太ももの骨が骨盤にぶつかって詰まりを起こします。これが足の付け根が詰まるなとか痛いな、もしくは太ももが太くなっちゃうという原因です。これに対してカエル足できている方というのは、お皿が外側を向くことによって見えますが、くるっとこの球関節が回っていきますから、高く足を上げることができます。なので股関節の前も詰まりませんし、無駄な力が必要ないですから、足のラインがスッと細く変わっていきます。ただしガニ股にするだけでは内ももの筋肉が緩んでしまいますから、ガニ股プラスしなければいけないことは足を閉じるという動きです。イメージしやすいのはクラシックバレエのダンサーです。あの方たちは足をガニ股にした状態で、さらに足の隙間をキュッと締める、こういう立ち方をしているんです。ですからカエル足にして足が太くなってしまう方は、ガニ股のまま足幅を広げて歩いているんです。それに対して細く美しい足になる方は、ガニ股でもちゃんと内ももを締めることができる方です。ですから今日のストレッチは一番最後のカエル足プリエという種目、これを一緒にやっていければ足のラインがかなり綺麗に変わっていきます。ウォーミングアップ代わりにいろんな種目をしてから最後の10回、ここまで一緒に頑張っていきましょう。それでは早速実践です。では始めていきましょう。足を開いて、パカパカっと内側外側、足パカです。まずは先ほど言った球関節、丸くなっている股関節をしっかりほぐしていきます。動きがぎこちない方向はないですか？例えばガニ股がしにくい方があったら、そちらを頑張って倒していきましょう。苦手な方向を動かせるようにしていきます。左右差をなくすことによって綺麗な足のラインができていきます。目いっぱい息を吸って吐いて、吸って吐いて。ガニ股にしようと思ったら、実は逆の内股、こっちもできるようにしないといけません。両方とも45度45度ずつ開けるのが理想です。はい、今度はこのまま足をガニ股、そして内股です。この状態、何か椅子とかある方は捕まってもらっていいですから、上と下に行きましょう。上と下。はい、この動きで使うのはお尻です。ガニ股にした方のお尻の筋肉、ここを使うことによってヒップが上がります。そして下がっていくときはお尻の筋肉が伸ばされます。ストレッチになりますから、はい、実はガニ股で固まっている方には非常に効果的です。お尻が硬くなって足が冷えたりしびれが出る方、こういった予防改善にも非常に効果があります。痛すぎるときは無理しないで、休みながらでも大丈夫。はい、深く息を吸って吐いて、吸って吐いて。 OK、 反対側行きましょう。これ辛いときは無理せずに休憩してもらっても大丈夫です。今日は一番最後のエクササイズが大切ですからね。はい、上と下、上と下。しっかりこれも股関節から動かす。体重は気持ちガニ股にした方にしっかりかけに行くと、よりお尻に効いてきます。深く息を吸って吐いて、吸って吐いて、呼吸をしながら
深呼吸を忘れずに、手はどこでもいいですよ。腰でも胸でも。壁がある方は壁とか支えにしてもらって大丈夫。ラストも5秒ほど長く呼吸して、これ終わったらちょっと休憩入ります。はいです。このまま足を前に置いたまま倒していきましょう。お尻のストレッチです。少し向き変えますよ。はい、こういう感じ。余裕がある人は内股にしてる足を大きく引くと伸びが強まります。ここら辺伸びてる感じありますか？深く息を吸って、ゆっくり長く吐いて、呼吸のためにお尻がピーンと伸びるのを感じましょう。目いっぱい呼吸の繰り返しです。少し体の位置とかを変えながら、もしくはかかとを自分のみぞおちや胸の方に押し出していくと伸び方が変わります。ストレッチのポーズを取ってからがスタートです。はいです。反対側。どこに持っていったら伸ばしたい筋肉が伸びるのか、これを感じながら探していきましょう。深い呼吸です。こうやって自分の筋肉と会話をしながら、その気づきを持てるようにですね、なっていきましょう。運動の効果っていうのは、こうやってちっちゃな気づきを持てる方はどんどん体が美しく変わっていきます。はい、モチベーションもね、保てますから、運動がなかなか継続できないなっていう方は、こういった体の気づきを持つところから始めてもらうと非常に効果的です。そのままあと10秒ほどいきましょう。長く息を吸って、遠く遠く吐いて、呼吸をするために伸びていきます。はいです。このまま寝転んでください。そして股関節からガニ股。はい、骨盤が後ろに倒れないようにいきましょう。はい、だいたい45度開いたらもう十分です。お尻の筋肉が縮む、伸びる、縮む、伸びる。膝を開くときにお尻が縮んできます。エクボのあたりがしんどかったら正解。ちなみにこれ多くの方が出やすいエラーとしては、このように骨盤が後ろに傾きます。これはダメです。へそが上向いちゃうと腰痛の原因、お腹のたるみの原因です。もう壁とかに背中つけてやってもらってもいいですよ。こういったごまかす動きを代償動作というんですが、こういった代償動作を繰り返すことによって無駄なお肉がついたり、使わない筋肉がたくさん出てきてしまいます。OK、反対側です。壁でつけてやるとしたら、こうやってかかととお尻と背中をつけて、この状態で開く、閉じる、開く、閉じる。はい。そしたらどうですか？さっきよりも骨盤が固定されてるからお尻に効くはずです。骨盤とか腰をぐにゃぐにゃっと揺らして動かすっていうことができなくなりますね。それでバッチリです。開く幅は狭くなっているはずです。はい。代償でたくさん動くよりも正しい動きで小さく動いた方が効果が出ます。どうせやったらね、しんどい思い少なく、効果出したいですよね。たくさん頑張ってるのになかなか効果が出ないってね、辛いですから、できるだけ最小限の動きで最大の効果を作っていきましょう。このままいいです。この状態から今度は内ももです。はい。ここですね、お腹の下にスペースを作るイメージです。ほっ。息を吐いて、吸って、吐いて、吸って、いきますか？もうできたらお腹の下、ここにね、画鋲があると思って、針がぶっ刺さらないように地面側足を持ち上げていく。内もも効いてますか？はい。これがカエル足プラス大切な内ももの筋肉です。この内ももが強いからバレエダンサーは足が細いですね。はい。特にガニ股になっている方はここ弱っている方めっちゃ多いですね。足の位置は前やったら上げれるけどっていう方は後ろ、体の後ろで足を上げようとしてみてください。そしたら結構しんどいはず。OK、反対側です。ひっくり返って逆向き。はい、同じようにですね、足を上げ下げしていきます。はい、吸う。はい、これも代償動作ですが、実はお腹のスペースがぐちゃっと潰れると、脇腹、腰の運動になっちゃうんですね。だからここに針があると思って、お腹の下に何かね、スペース、はい、物が入っても潰れないようにスペースを保ってあげると、内もも全然上がりません。
それでいいんです。その代わり内ももがめちゃしんどいはず。吐いて、吸って、吐いて、吸って。はい、よくね、たくさん、おーってこうやって思いっきり上げてね、頑張っていらっしゃる方もいるんですが、それよりもこの方が効きます、確実に。どうせやったらね、同じ時間するんやったら効果ある方をね、選んでいきましょう。さあ、買い出して、今度はお尻、かかと同士押し合って、上下、吐いて、吸って、吐いて、吸って。呼吸はどんなタイミングでもいいです。ゆっくりでもいいし、早くてもいいです。ただこの膝を開くイメージで足上げると、ここめちゃめちゃきつい。もうシンプルにしんどい。はい。もうね、やめたくなっている方も一緒にもうちょっと続けましょう。あと少しです。はい。これの次、一番最後のエクササイズ、約10回のプリエ。これが一番大切です。今日一番伝えたかったことです。吐いて、吸う。吐いて、吸う。OK、きつい。最後です。これ辛い方はね、壁に足とか乗っけてもらってもいいんですけど、やってみましょうか。こうやって、はい、伸ばす。曲げる。よいしょ、伸ばす。曲げる。吐いて、吸って、吐いて、吸って、呼吸をして、よいしょ。いけますか？体まっすぐ。よいしょ。内ももを閉じ切る。できたら髪を挟んでも落ちないように。できる方は壁から足離してくださいね。よいしょ。目いっぱい吸って、吐き切る。内もも閉じて。OK。はいです。これ余裕がある人は足を浮かした状態でチャレンジしてみてください。内ももやお腹にめちゃめちゃ効いてきます。はい、どうでしょうか。最初よりもかなり立っている時の感覚的にお尻に効いたり、しっかり地に足つく感覚出ていると思います。少しでも変化を感じた方は概要欄から YouFit 1週間無料で体験入会してみてください。さらに美しく健康に変わっていきます。今日の動画もいいなと思った方は高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。